こんにちは、ゲームギークです。ロジクール G 公認サポーター第3弾ということで、ワイヤレスのメカニカルキーボード G913TKL のホワイトをご提供いただきました。コンパクトなテンキーレスサイズで小スペース、そしてライトスピードワイヤレスでケーブルから解放されました。薄いロープロファイル設計で、手首の角度があまりつかないので疲れにくく打ちやすいという優秀なキーボードです。その外観と性能についてチェックしていきます。それでは開封していきます。キーボード本体、すっきりとした梱包です。それなりに小型な USB レシーバードングル、型番が印字してあるので他のものと混同しません。USB レシーバーの延長アダプター、片側は USB-A で、もう片側はマイクロ USB となっています。レシーバーをマウスに近づけるために使います。1.8 メートルの布巻きケーブル、先端はマイクロ USB。私はタイプ C 信者なので、汎用性と充電スピードという面ではちょっと残念な部分ですね。説明書、保証書、ステッカーなど、同梱物は以上です。ロジクール G913TKL の TKL とはテンキーレスのこと。テンキーっていうのはフルサイズキーボードの一番右についている数字を打ち込むあれですね。これね、ゲームをする上ではキーボードが横に大きくなっちゃうので結構邪魔なんですよね。その点、これはテンキーがないのでコンパクト。マウスのスペースが確保できてゲーム向けです。極端にキーが少ないわけでもないので、日常的な作業や仕事でも使いやすいです。サイズは横幅が 368mm、縦幅は 150mm、高さは 22mm となっています。ワイヤレスキーやメディアコントロールキーが備わっているため、縦幅は少し広め。横幅は普通ですが、高さはですね、非常に薄型のロープロファイル設計です。重さは実測で約 812g でした。ワイヤレステンキーレスキーボードとしては軽めです。普通のキーボードの高さってだいたい 30mm から 40mm くらいなので 22mm っていうのは結構薄いですね。手首の角度があまりきつくならないので長時間タイピングしても疲れません。フロートタイプなのでブロワーを使えばお掃除もある程度は簡単。ただしキーの隙間は結構狭いのでたまに外してお手入れしてあげた方がいいかもしれません。ライティングはサイドから少しだけ漏れ出て見えます。トッププレートはメタリックなシルバーで非常にスタイリッシュなデザイン。横は結構滑らかなんですけど、縦は少しざらつきを感じます。日本語配列でキーの数は全部で91キー。基本的に日本国内で流通しているのは日本語配列のみです。US 配列に慣れてしまった身としては、このキー使うのかなっていうのはありますね。しかしキーキャップに印字されている字がちゃんと入力されるので、タッチタイピングしない人にとっては使いやすいでしょう。またプログラマーの方とか日本語配列を使わざるを得ない人にとっては結構嬉しいですね。ワイヤレスモードを含むファンクションボタン、ゴムっぽい質感で柔らかいです。左から 2.4GHz、Bluetooth、ゲームモード、ショードとなっています。2.4GHz と Bluetooth のボタン、押すことでワイヤレスの接続モードを切り替えることができます。ゲームをする場合は低遅延の 2.4GHz 一択ですが、日常的な作業やブラウジングに使う分には Bluetooth もいいです。これはゲームモードに切り替えるキー、オンにすることで特定のキーを無効化できます。Windows キーとかをゲーム中に間違っても押さないようにできて便利。ショードではキーボードのライティングの明るさを段階的に調整できます。これは明るさマックスの状態。ここからショードを一度押すと少し暗くなって、トータルで5段階あります。最後は消灯。で、もう一度押すとショードマックスに戻ります。真ん中にはキャプスロックとバッテリーの残量を表示するインジケーターがあります。これはメディアコントロールキー。ワンボタンで音楽の再生などができます。音量ミュートが手元にあるのは嬉しいかも。個人的に私は再生とかあんまり使わないですね。銀色の音量調整ダイヤル、スルスルと軽く回転します。音量の上げ下げにとても便利。ほんの少しだけ左右に片付くのが気になりましたが、実使用には全く問題ありません。ベースフレームはプラスチックでできています。このように USB ドングルを挿しておけるスペースがあります。これは持ち運びするときに役立ちますし、片付けるときにも一緒にできるのでありがたい仕様。ノンスリップラバーが6箇所に貼られていて滑らないようになっています。キーボードのアングルを変えられる足、2段階で調整可能で、小さい方が4度、大きい足の方が8度になっています。これがフラットの状態。で、これが4度の状態。少し傾きました。これが最大傾斜の8度の状態。個人的にはこれくらい角度がついた方がタイピングしやすいです。背面にあるマイクロ USB コネクター。ここにケーブルを挿して充電します。
充電しながらキーボードとして使用することもできます。バッテリーの持続時間、明るさ最大のライティングオンでは40時間と短めですが、ライティングオフだと1124時間というバグった数字になります。充電を全く気にせず使いたいならライティングオフですね。ホワイトならライトがなくてもキーキャップの文字は見やすいです。照度を下げればバッテリーの持ちは良くなるので、ライティングをオフにしたくない人は少し暗めに設定しておくとバッテリー寿命が伸びると思います。キー軸はオリジナルのコンパクト GL メカニカルスイッチ。ブラック版にはクリッキー、タクタイル、リニアの3種類がありますが、ホワイト版は3つのうちの中間的な位置づけであるタクタイルのみとなっています。まずはタイピング音を聞いてみましょう。タクタイルの細かいスペックはこの通り、クリック感はあり、アクチュエーションポイントは 1.5mm と短め、オーカーツは 50g 銃と普通くらい、キーストロークは 2.7mm と短め、寿命は7000万回とそれなりです。ロープロファイル仕様の本キーボード、アクチュエーションポイントは普通のキー軸と比べて浅いです。アクチュエーションポイントっていうのは、キーを押した時にどれくらいで信号が送られるかの接点のことです。一般的なタクタイル軸はだいたい 2mm くらいですが、本キーボードはなんと 1.5mm、かなり浅く高速反応してくれます。アクチュエーションポイントだけでなく、キーストロークも浅め。キーストロークは押し込んでから底に当たるまでの距離です。早く底打ちし、違和感のない打鍵が可能です。キーキャップにやや遊びがあるのが残念ポイントかな。持って振ってみるとわかるんですけど、カシャカシャと結構大きな音を立てます。でも打鍵感はすごくいいんですよね。かなり好きで今はずっと使ってます。チェリー MX を筆頭に一般的となっているプラスシェイプとは全く異なって2本の爪ではめるタイプです。つまりサードパーティーから発売されているような単体のキーキャップとかですね、だいたい後ろはチェリー MX のものになっているので着せ替えたりして遊ぶことができません。ロジクールからカスタマイズ可能なカラーキーキャップなんか発売してくれたら嬉しいですね。薄型の特殊なキーキャップ、すべすべとした触り心地でグリップはあまりありません。全体的にフラットな作り。キー軸が特殊なので背面の爪も特殊な形をしています。これは下手したらポキッと折れてしまう可能性があるので、掃除するなどで取り外すときはまっすぐ引き抜くように注意しましょう。ロジクール G ハブソフトウェアで設定を変更できます。ライトシンクタブではライティングの設定ができます。この効果というところをクリックすると、消灯を含めて10種類のパターンが用意されていますので、それぞれ見てみましょう。まずはオフから。オフ。これは消灯です。固定。常時光ります。サイクル。一定時間ごとに色が変わっていきます。色の波。左から右へ RGB でウェーブします。ブリージング。一定時間ごとにフェードします。リップル。タイプすると波紋が広がっていきます。星の光。ベースの色に加えてキーがランダムに光ります。エコープレス。押した部分が光ってフェードします。画面サンプラー。ディスプレイからサンプリングして光ります。オーディオビジュアライザー。流れている音に合わせて光ります。ライティングはそこまで眩しくなくて上品に光ります。目立つようなきらびやかさはないですが、静かに存在感を出しています。このほか、フリースタイルでは、カラーブラシを使って任意のキーの色を変えることができます。アニメーションではいくつかまたプリセットが用意されているほか、この新しいアニメーションを追加というのを押すと、自分で色やトランジションを指定して、オリジナルの発光パターンを作成することができます。これ結構作るの難しそうですけど、時間をかけてでも凝りたい人には嬉しい機能ですね。次にこちら。割り当てというのはキーアサインの変更です。見ての通り F1 から F12 までしか変更できません。これ全てのキーが変更可能だと嬉しかったですね。私ここのインサートキーってよく間違えて押しちゃうんですけど、いきなり文字が上書きされて驚くので、
できれば別のキー機能にしたいんですよね。ここは M1、M2、M3 という3つのプロファイルがあって、ファンクションキーと F1、F2、F3 を同時押しすることで切り替えることができます。M1 をそのままにして、こちらの M2 ですね、にマクロを仕込んだりすると使い勝手がいいです。私は M2 の F1 から F3 とかですね、に音声を編集するときのマクロを仕込んでいて、ゲームするときは M1、編集するときは M2 みたいな感じで使い分けてます。これすぐ切り替わるのでかなり便利です。で、マクロもここで作って割り当てることができます。こちらゲームモードの設定ですね。この水色の枠で囲まれているボタンを押すとゲームモードがオンになって斜線の引いてあるキーが無効化されます。この黒い部分っていうのは変更できないんですけど、他にも無効化したいキーがあればこのようにクリックすると水色の斜線になって封印されます。最後、こちらの右上のギアマークを押すとここでバッテリーの詳しい残量を確認できます。今は LED の明るさがマックスなので最大充電約40時間と出ていますが、これをですね、暗くした途端に最大充電だと1124時間とバッテリー残量がすごく増えます。あとはですね、バッテリーが低くなった時の挙動であったり、ライティングの輝度が自動的に下がるまでの時間を設定できます。それとオンボードメモリの設定。こちら保存済みのカスタムライトというのは先ほどあったアニメーションというタブにあるプリセットまたは自分で作ったカスタムライティングをオンボードに保存することができます。で、こちらのね、ショードボタンとキーの8か9を押すとそれぞれダウンロードしてあるライティングにすぐに切り替わります。ソフトウェアはだいたいこんな感じ。ロープロファイルで浅めなキーストロークがすごい打ちやすくてかなり気に入りました。ワイヤレスは全く遅延がなく使えますし、ケーブルから解放されるので自由度が高くなります。私の場合動画を撮るときとかちょっとディスプレイから離れて作業することが結構あるんですけど、そういった時でもこのキーボードならすごい使いやすいんですよね。よく指摘される点ですが、値段は非常に高い。買おうとするとちょっと躊躇する値段ですよね。でもそれに見合った性能は持っていると思います。ロープロファイルかつワイヤレスというキーボードはほぼ唯一無二の存在で、現状このキーボードが最強の選択肢となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で。